道さん、筆田さんという方ですね。弁護士として日々仕事をしているのですが、人の争いの中に身を投じるため、頓人地を抑えることがなかなかできません。また、せっかく事件を解決しても、守っていたはずのお客さんに裏切られ、生活の糧を失うこともしばしばあります。仕事をして、人の役に立っているのかすらわからなくなってしまうこともあります。仏教的に弁護士業というのはどういった評価を受けるのでしょうか。お答えいただければ幸いです。また、弁護士業を続けていく際の心構え、アドバイスもお答えいただければ助かります。まあ人間っていうのはね、この簡単に職業は変えられません。だから職業っていうのは一生一回ですからね。だから我々はこの職業をどうするのかっていうね。だからこの若い時ね、職業を決める場合はね、みんなすごい安っぽい考えでね、決めちゃうでしょ。お医者さんになりたいとかね、弁護士になりたいとかね。まあ安っぽい考えでね、なんかみんなこのいい側面しか見ないんですね。弁護士になったら結構社会でも認められるし、収入も結構いいしとかね、そこら辺しか見ていない。医者になったら結構もう人を助けるんだよ。そこら辺しか見てない。もう一つ世界ありますよ。医者になったら退職するまで毎日患者さんと一緒にいなくちゃはんですね。毎日、だから専門職だから、同じ病気の人のわがままを聞いて、はい、好きな方、はい、また同じパターンで繰り返し聞いて、もう本当にそこらで地獄の底もありますよ。例えば、ステレオでヘッドフォンでね、音楽聴きながら患者さんの、面倒見ることできるんでしょ。だから、外科だけは手術するときは音楽流してるんです。BGM を。だって、患者さんに乗ることできるんだから、その時間ではね。ですから、どんな職業も、そんな甘くないんですね。だからあなたは今、弁護士の世界の、よく見せない顔を見ているところなんですよ。それ、子供頃知ったならば絶対弁護士にならんと言いますよ。だって法律を犯す人々、怒り知って憎しむで、もう苦しんでいる人々、相手を裁きたいというね、もうなんか人間できてないんですね。そこで被害を受けて、お手上げ状態になっている人々が来るんです。やっぱりそういう人々もかなり精神状態が悪いんですね。まあ、一番単純、離婚相談どうですかね。離婚の弁護という場合はね、まあ、弁護士として、離婚調停になったとかね。お互い憎しみ合ってるでしょ。全く美しくない世界でしょうね。例えば自分が奥さんの方で弁護士でで相手が別な弁護士を立てている。自分がなんとか自分の目で相手の男のことを見たら自分にとってはその人ではなくて自分が奥さんも弁護士でいるんだからね。
まあ、あんたよほど悪い人間に見えますよ。一言言ってみたらどうですかね。大変なことになりますよ。お前にお金払ってるんではないかとかね。高いなんとか料金ね、払ってるんではないかということになりますよ。だからまあ、どんな職業でもかなり苦しい世界がありますよ。この美しく見えるところほんのわずかなんです。人間の歯と同じでね、ほんの前に見える、ほんのちょっとだけで綺麗に見えるの。これ、3分の2が中に入ってますよ。決して綺麗じゃないんです。後ろの見方もそれほど綺麗じゃないんです。ほんのわずかだけ。はい、そういうことはやっぱりもう大人だから理解しましょうよ。言うほど甘くないんだと。結婚した相手は思ったほど美人じゃないんだと。で、あるいは結婚した男はね、思ったほど男前じゃないやと。もうだらしないや。それが現実ですね。で、そうするとなんとなく、まあいいやっていう感じで、着々と仕事できるとは思いますね。だからあなたは弁護士としてこのトンジンチに乗ってはいけません。あなたはこの傍観してトンジンチの争いがいかに大変かっていう立場から見てください。昨日ですよ、私はネットであるスリランカのなんか面白いことを出してる YouTube 見たんですよ。そこでこの、まあ、2つ、大体この4粒ぐらい、ほんの4粒かわからんだけど、粒とスリランカの面積の測り方はわからんだけど、大体普通の家作る場合は、向こうはパーチと言うんですけど、パーチからイギリスの単語ですけどね。まあ40ページぐらいなければ言わせてくれないんだけどね。で、この人はこれ一つしか持ってない弁護士なんです。このビルの間で。だから一部屋と半分ぐらいのスペース。それで3階建物を作ってるんです。これ YouTube 出した人が、これぐらいのスペースで、宮殿作っている王様がいるんだから、この王様に会いに行くんだよと。たら、玄関ドアで、なんか弁護士なんとかなんとか書いて、変だなと私は思ったんですね。それはこの人何のことなく、部屋、ドア開けたら階段があって、これ、階段ではなくてすっごい作品ですね。でもお金かかってないんです。ものすごくもうなんか動物の中に入ってるような感じで、この昔は映画なんかであったようなこのなんていうのかこの灯火みたいなね、でものをちゃんとあって、でちょこちょこ上がっていけなくちゃいけない。上がっていったところでいきなりちっちゃな滝があるんですね。ここでものすごくきれいに滝があって、そちらで一人だけ腰掛けるところがあって、ものすごくきれい。入った途端別世界。しかし4人は入れないんです。1人最低2人とかに。入ったら弁護士の事務所はそこからなんですね。そちらも3年生が入るの、スペースないんだから。どういうことかというと、
事務所に一人しか入れませんよと。場所がないんだよ。だから一人の仕事終わるまで相手があの滝のところでじーっと待って滝の音を聞いて、そこで魚見るんですね。そういう魚の泳ぎ方、それ美しい気持ちを見てほしいと。でないと憎しみやら怒りやらもこれで絡んできて攻撃すると私が病気になります。そこで事務所に見たら弁護士のなんとなく楽な人があって、普通これは事務所で使う人じゃないんです。普通の人で、まあ横になることなんとかそういう椅子があって、自分の秘書やってる女性にはちょこっとまた椅子がテーブルがない。本一冊もない。そこで普通の人間では友達同士で喋らなくちゃいけないんです。そこでサインするとかどうやってテーブルがない。こちらは台がありますよ。だから私も誰だってサインするとか立ってここでサインして私はいいんだと。そうやってもうはちゃめちゃ雰囲気を違う。それで本なんかありますよ。隠してるんですね。だから今座ってるところちょっと立って開けてみてとか開けたらだからそういう感じでその弁護士ってのはなんでだからYouTuber はね、王様っていう感じでからかってたんだけど、なんで王様はこのちっちゃい狭いところで宮殿作るようになったかとね、だからこの仕事でしょう。仕事でものすごい嫌な人々ばっかし来るんだと。でも私たちは仕事をしなくちゃいけないと。当たり前やと。来る人々はもう法律を買ったりあれやこれいろんなことで怒り知って憎しみで悩んでる人々やと。我々は助けなくちゃいけないと。だからといって私たちも同じ精神的に穴に打ち立ったら何のことかと。だから相手の悩み、苦しみ、憎しみ、ものすごく柔らかげてあげますよと。で、普通の落ち着いた心で私とデータだけ、ポイントだけ喋って帰ってちょうだいと。で、自分がちゃんともう歩いていくところで裁判所もありますから。そこでもやりますよ。だからあなたもね、やっぱり弁護士は世界中みんなアメリカ以外はね、みんなそういうかなり苦しんでますよ。でアメリカ弁護士はね、金何本かとそれだけだったら何でもやりますような、そんな道徳はないんだけどね。頑張っていただくしかないんですね。好みで服みたいですよね。職業変えられませんだからね。この服は着なら新しい服を買いますっていう感じではないんです。だからただ中に入り込まないこと。戦争ゲームやってる感じで、だから両方どちらでも敵か味方ではなくて軍隊2つが互い憎しみ合って戦っている。自分がゲーム見ている感じで見ている。そこでこの戦っている一部が味方になってくれて自分に頼む。じゃあ分かったと言ってあなたはその軍隊の味方になってあげる。その場合は勝てるようにいろいろ戦略しなくちゃいけないんですね。弁護っていうのはそういう程度でしょ。ここで法律であれやこれやとかやったりして自分が弁護する側にできるだけ
いい結果になるようにする。例えば明らかに有罪であっても、まあそれでもいくらかなんとか理解できるようにしてあげることですね。その点で個人がすっごく落ち込んでるところ、例えば犯罪を起こしたらもう犯罪を取り戻せないんだから、やっちゃったらもうやったんだから、だからその人はすごく落ち込んでいるんです。だからそこら辺ちょっと安らがね、いい気持ちになるようにしてあげなくちゃいけないでしょう。そこまで喋ったのは仏教では何なんと言ったってもねまあ仏教ではね、そういう誰かの味方になって誰かの肩を取って誰かを相手にする、敵に回す教えじゃないでしょう。だから仏教からは何もやってはできませんだからあなたにできることは何であろうとも助け求めてきている。専門知識求めてきている。あなたはそれだけやってあげる。病院にナースセンターありますね。注射を打ったり血石照ったりするのはね、そこでしょ。人々は何のことなく医者に言われたら番組ではいはいこれで終わり。そういうことであなたは弁護士ナースセンターですね。だからあなたは法律書の専門家で法律書の微妙なところまで知っていて、あなたの弁護士ナースセンターに来た人にはこの適切な注射をするなりに血液を取るなりに温度を測ってみたりプレッシャーを測ってみたりとするなりに処置をしてください。それであなたの職業プロとしてのプロ級も取ってください。でそれではっきりとなんて言いますかはっきりした方がねよろしいと思います。まあできるだけ弁護するとからといってね、あまり嘘をつかないでください。嘘をついて自分の側が勝ったってもそれは正しくないでしょう。それだけはすごく悪行為にはなりますね。和らげてあげる。いわゆる処刑というんですか、死刑になる人はまあ20年にしてもらうとかね、無罪とはちょっと無罪になるまでいろいろごまかしちゃうとなんかちょっとわからないね。まあ本当に無罪になればまあ別の話ですけど、まあそういうことで結構すごい理解能力必要な仕事です。頑張ってください。はい、ありがとうございます。